トルコ共和国、アジアとヨーロッパに挟まれた国で、それぞれの文化が融合し、独特な文化を築いてきた国です。世界的にカッパドキアが観光地としてかなり有名で、ハイシーズンである夏には世界中から観光客が集まってきます。今回はそんなトルコのイスタンブールに行ってきました。Hello, this is Gon ということで、今回はですね、トルコのイスタンブールにやってきました。ちょうど前回まで行っていた、ジョージアの南西部に位置する国ですね。トルコというとね、そのカッパドキアだったりトルコアイスが有名なんですけど、逆にねそれしか知らないという方も多いと思いますので、今回は自分が、深掘りしていきたいと思います。で特にねその物価に関しては全然わからないという方もね多いと思いますので、今回もですね1万円を使ってトルコで何ができるかということをお見せしていきたいと思います。イスタンブール国際空港に到着。国際空港ではあるのですが、出迎えの人が全然いなくて閑散としているのが印象的でした。空港ね、出てすぐにこんな感じでマネーエクスチェンジとあと SIM カード屋さんがあるんですけど、 SIM カードがねめちゃくちゃ高いなんかねミニマムで20ギガのプランしかなくて、それでアメリカドルで50ドルです。相当高い。今回はね1万円企画をやっていくということで、なるべくね出費をね抑えていこうと思いますので、SIM カードは今回は買わずに、鉄道で市内に向かいたいと思います。で空港から市内に向かう方法で最も安いのがこのメトロに乗っていくっていう方法なんで、このメトロに乗っていきましょう。こんな感じで基本的にねそのトルコ語と英語で表記がされているので、旅行者にも分かりやすい表記になっています。これはねすごく旅行者に優しいですね。もうありとあらゆる場所にこのメトロの表記があるんで、迷うことがないと思います。ということでメトロに向かっていきましょう。さあということでようやくメトロの駅に着きましたね。空港からね結構歩きますね。向こうに空港が見えてるんですけど、だいたい5分ぐらいはかかってる気がします。にしてもね誰も一人としてそのメトロに人が向かってないんですけど、これ大丈夫ですかね自分が乗ってきた飛行機にも何百人と乗ってたんですけど、誰一人としてメトロに向かってません。でステーションにはこういう風に券売機があるんですけど、イスタンブールカードっていうのをね買っておくとかなり便利なので、今回はイスタンブールカードを買っていきたいと思います。はい、ということでこちらのイスタンブールカード買ってきました。本体の値段が、70リラで、今回200リラを入れたので、130リラこの中に入ってます。ということで乗っていきましょう。今タッチしてみたんですけど、初乗りが19リラでしたね。で基本的にトルコの鉄道とかはもうどこまで行っても同じ値段なんで、この値段で乗ることができます。で今このイスタンブール、エアポートにいるんですけど、一番上のキャウトハーネっていう駅に行ったら、いろんな場所にね行けるということで、そこまで向かいたいと思います。結構空いてますね。よいしょ。ということでキャルターネ駅に着きました。ここからまた乗り換えていきます。キャルターネ駅到着ですね。街並みはねこんな感じになってます。一応ね駅前にこういうモニュメントもあるんで、こういうのが好きな人はね写真を撮ることもできますね。さあそして駅を降りてもうすぐの場所にねバス停があるらしいんで、バスに乗って、向かいたいと思います。おそらくね空港からだともうこのルートが一番安く行ける感じですね。にしてもね街並みはかなり近代的ですね。一般的なヨーロッパの都会っていう感じがします。いや朝のね9時前にはもうイスタンブール空港着いてたんですけど、まさかのねもう13時半ということで移動にかなり時間がかかっております。ただねこれが旅のリアルですね。ということで今からはねこの新市街をね散策していきたいと思います。この通り面白いですね。こんな感じでもうストリート全体がねライト屋さんになってます。ということでまずはこちら、ビユクヘンデックロードを歩いていきましょう。この向こう側に見えるのが、ガラタ塔って言って、イスタンブールのランドマークになっている塔ですね。ストリートはこんな感じで、さっきと同じようにね電気の装飾屋さんがすごく多いですね。塔に近づくにつれてねだんだんとこういった風にレストランも増えてきましたね。
基本的には観光地なんで、トルコ料理のお店が多い感じではあるかなと。さあ、ということでこちらガラタ塔ですね。13世紀に建てられた塔なんですけど、当時は見張り台とか、あとは牢獄として使用されていた塔になります。現在では最上階にはレストランがね入っているみたいですね。はい、ということで、ちょっとね朝から何も食べてないので、ここら辺でね何か、トルコ料理食べていきたいと思います。ということで現在歩いているのは、ガリップディールストリートっていうところになります。基本的にトルコってめちゃくちゃ坂が多いんで、荷物はねホテルに置いてきた方がいいですね。でこのガリップディールストリートに関しては、こんな感じで、お土産屋さんがずらーっと並んでる感じになってますね。こんな感じでブランド物がいっぱい売ってるお店もありますけど、これはパチモン屋さんですよね。あとね、ここら辺で特徴的なものといえばこんな感じでね、トルコの楽器なんですかね、こういうお店がたくさんあります。ちょっと登ってきたらね、こんな感じで服屋さんとかも結構増えてきましたね。あとはね、楽器屋さんがなぜかめちゃくちゃ多い。基本的にここら辺観光地なんで、観光地で楽器を買う人が果たしているのかどうかちょっとね不思議ですよね。ここもこんな感じでギター屋さんがずらーっと並んでますね。ということでようやく坂を登りきりましたね。ここら辺はね結構さっきの街並みと変わってだいぶオサンティーな感じがしますね。ということで坂を登ってね、今度はイスティカルストリートっていうところまでやってきました。ここがねイスタンブールで最もイケてるストリートらしいですね。さっきのそのガラタ塔周辺と比べてもね、その建物の感じがねまた全然違うのがわかるかなと思います。現代的でねかなりおしゃれな感じですね。でここはですねこんな感じでストリートの真ん中を列車がね走ってるのがかなり面白いところですよね。ただね正直おしゃれな街並みではあるんですけど、それだけっていう感じではありますね。何か面白いものがあるわけではないんで、おしゃれな街並みを歩いて、ショッピングを楽しめる方向けの場所ですね。あとは写真とかはね結構いい感じに撮れるとは思います。ちょっとね面白そうな通りがあったんでこっちの方入ってみましょう。メインストリートとはまた違ったような感じですね。こんな感じで小物のこれはパチモンでしょうけど、なるほどねここら辺はね完全にパチモンストリートですね。面白いね。トルコにもこういうパチモンストリートあるんですね。ということでね、レストラン探してるんですけど全然決めきらないんで、もう入ろうと思います。こちらのねお店、ターキッシュフードが食べれるということで入ってみたいと思います。ということで、今日入っていくお店はこちらですね。美味しそう。メニューはこんな感じで、だいたい300リラぐらいのお店ですね。そんなに安くはないですけど結構美味しそうですね。今回はこちらのチーズがトッピングされたイスケンデルを注文。代表的なトルコ料理の一つになります。さあということでイスケンデル到着ですね。めちゃくちゃうまそう。ケバルブ料理の一種なんですけど、イスケンデルの上にチーズが乗ったものを頼みました。超絶うまそうですね。いただきます。肉がうまいのももちろんなんですけど、味付けとこのチーズすごい合う。うまー。このお店ね近所にあったら間違いなく毎日行きますね。それぐらいうまい。皆さんもぜひぜひイスタンブールに来たら立ち寄ってみてください。ということで、ランチ食べてきました。大当たりでしたね。めちゃくちゃうまかった。多分ね後悔することはないと思うんで、皆さんもぜひぜひ食べに行ってみてください。ということでそろそろねチェックインできそうなんで、ホテルの方に向かいたいと思います。ということで今日泊まるホテルね、紹介したいと思います。1泊ね、3100円ですね。それではどうぞ。ということで今回泊まるホテルこちらですね。めちゃくちゃ狭い。一応ねこんな感じでダブルベッドがあって、
清潔感自体はねそこそこある感じにはなってます。一応こんな感じで冷蔵庫もあって、使えるかどうかはちょっと分かんないんですけど、一応こんなのもついてます。部屋はこんな感じで半分上がったところにあるんですけど、1個下のスペースがシャワールームですね。シャワールームに関してはね、超絶狭いですね。ただこんな感じで水圧はね全然大丈夫ですね。ということで、結構ねなんやこのホテルって思った人多いと思うんですけど、イスタンブールってねホテルの値段めちゃくちゃ高くて、でかなり安い部類の中で、まともなとこを探したらこんな感じでした。これより値段を抑えようとするともう本当にねホテルのランクがもうがっつりと下がってしまうんで、これぐらいが限度かなと思います。基本的にねそのホテルはコスパ重視でいいよっていう人には結構おすすめのホテルですね。ということで、ちょっとね休憩したらまた街の方をね散策していきたいと思います。ちなみにこれなんですけど、さっきね観光地のど真ん中の売店で買った1リットルのコカ・コーラですね。1リットルで30リラでした。めちゃくちゃ安い。おはようございます。ということで現在朝の3時ですね。あれからねちょっと寝ちゃって12時間これございます。せっかくなんでねこの夜中のトルコ散策していきましょう。正直ねトルコは治安別にそんなに良くはないんで、あんまりというかおすすめはしないですね、夜中に歩くので。特にですねこの今自分が泊まってる地区なんですけど、この地区ねトルコ最古のスラム街と言われている場所で、またねこれは別で動画を上げようと思ってるんですけど、特にイスタンブールの中でも治安が悪い場所になってます。念のためね今持ってるのは、カメラ以外はもう手ぶらですね。財布にも数千円しか入ってません。しかしこんな時間でもやってるお店ありますね。八百屋さんとかやってるんだ。すごいね、大通りの方まで来たんですけど、普通に夜中でもケバブ屋さんとか開いてますね。夜中の3時とは思えない人の多さではあるんですけど、ただね不老者っぽい人もかなり多いんで注意が必要ですね。こっちの方行ってみますか。夜中なんですけど人はね結構いるんですよね。ただねここは日本でいうところの新宿みたいな感じなんで、割とね治安は悪めではありますね。要は夜やってるようなバーとかそういう系のお店がたくさん集まってる場所になってます。あんまりね酒を飲んでる人に絡まれないようにしていきましょう。酔っ払いだらけですねでもね朝の3時にこういうところ歩いてる人の動画ってねあんまりないと思うんで、結構ねイスタンブールのリアルが見えていいんじゃないかなと。普通の動画って、結局あんまり面白くないですからね。ただねバーとか酔っ払いがたくさんいる以外は、特に問題はなさそうかな。ただ見ての通り治安は悪めですね。観光客の酔っ払いが集まってるようなところは別にいいんですけど、現地の若者の集団がいるようなとこ、そういうとこはねちょっと危ないんで避けていきたいですね。で向こうに見えるのが、タクシムモスクっていうモスクなんですけど、これはね2020年ぐらいに建てられたモスクで、かなりね綺麗なモスクになってます。そしてその隣が、タクシムスクエアですね。話によるとねこの広場はいわゆるフリーランスの方がたくさんいるっていう話だったんですけど、パッと見た感じ別にそういう人は立っている気配はね見えませんね。一部のね視聴者の方には、有用な情報ということでちょっとね情報を共有しておきますが、トルコにおいては個人間のっていうのは法律で禁止されているので、フリーランスの方と交渉するのは捕まる恐れがあるのでやめた方がいいですね。この広場こんな感じでねインスタ映えスポットもたくさんありますので、女子旅なんかはね結構いいんじゃないかなと思います。タクシムモスクをバックにしてこういう写真をね撮ることもできますね。パッと歩いてみた感じ
思ってたよりは全然普通の街ですね。全然そこまでね危険があるようには感じなかったかなと。ただね酔っ払いは本当多いんでそこは気をつけてください。とはいえね警察がそこら辺にたくさんいるんで、多分大丈夫だとは思います。ということで、昨日ね晩ご飯食べてないんで朝ごはん兼晩ご飯食べに行きますか。一見ね空いてそうなお店たくさんあるんですけど、朝の清掃中だったり、深夜の清掃中っていう感じではありますね。今のはおそらく、ストリートチルドレンですね。昼間歩いてても思ったんですけど、その物乞いをしてる子供がねかなりたくさん多くて、これが組織的なものなのか、もしくは、単純に個人で物乞いをやってるかは分からないんですけど、イスタンブールにはそういう人もかなりたくさんいるっていうのが現実ですね。あとはこんな感じで、要は移民の方はね貧困層の人がすごい多いんで、今みたいに違法でね路上販売をしてる人も結構見ますね。ということでちょっとここでケバブ食べていきますか。ということでこちらのケバブサンド買ってきました。チーズケバブサンドですね。1個160リラでした。いただきます。これね正直な感想を言うと味がめちゃくちゃ薄いですね。昼食べたケバブはね味付けすごい美味しかったんですけど、これに関しては味が薄いですね。とにかく胡椒とかもほぼ使ってなさそう。スパイスとかもないです。普通に単純に、肉の素材をね楽しむようなケバブになってますね。How much? Bir dakika. Otelle birlikte. Lira. Evet, lira. 1400. Okey, gidiyor musun? Yani çok iyi. Ben bakkaldan sigara alıp geliyorum. Bekle sigara. Çok sağ ol. O yüzden olmaz. One for three. ということで夜のねイスタンブール歩いてきたんですけど、このメインストリートですね、ここにいわゆるフリーランスの方が結構いましたね。おはようございます。ということで、あれからね6時間ぐらい休んで現在、昼の10時ですね。昨日はね新市街の方を歩いて行ったんですけど、今日はですね、イスタンブールの旧市街を歩いていきたいと思います。基本的にねそのイスタンブールといえばもう旧市街なんで、今日はね旧市街を存分にね、散策していきたいと思います。で例によって今回はねタクシーはね極力使わないように行きたいと思いますので、今日もバスで向かいたいと思います。ということで54番のバス、ここにね乗っていきたいと思います。ということでまずはバスで、ガラタバスの近くに来ました。基本的にどこでも一律料金で、バスは15リラで乗ることができますね。で今度はねこのバス停の向かい側にあるトラムに乗ってね、旧市街に向かっていきます。さあということで、バスとトラムを乗り継いで旧市街までたどり着きました。旧市街までねこの方法だと30リラでたどり着くことができるんでおすすめですね。イスタンブールカードさえ持ってれば難易度は全然高くないかなと思います。さあということでこちらアヤソフィアに、たどり着きました。いやーめちゃくちゃ立派ですね。この建物537年に建てられた建物なんですけど、時代によってね使われた方が異なっていて、で、昔はねそのカトリック教会として使われてた歴史もあったり、もしくはイスラム教の、モスクとして使われてたりと、時代によって使われ方が異なっているっていうのが結構面白いですよね。でこのアヤソフィアの真向かいにあるこの巨大なモスクが、有名なスルタン・アメフトモスクですね。多分このモスクが、日本人にとってもね有名なものではないかなと。でこちらのモスクなんですけど1600年代に建設されたモスクで、現在では世界で最も美しいモスクと言われている、建物になっています。ちょっとね木がたくさん生えてるんで正確にはね見ることができないんですけど、
ちなみに今日は金曜日ということで、こちらのモスクもね、一般の入場は禁止されてますね。はい、ということでモスクもね、見終えたということで、旧市街の方を散策していきたいと思います。ということで旧市街をね歩いていってるんですけど、やっぱりねこういう国ってその新市街よりも旧市街の方が歩きがいがありますね。で今旧市街の中心部を歩いてるんですけど、こんな感じでね宝石屋さんがめちゃくちゃ多いですね。ここまで宝石屋さんが多いのはかなり珍しい気がする。こういった宝石屋さんがねすごい多い通りなんで、彼女とか奥さんにね、プレゼントを買うにはいいとこかもしれないですね。歩いてたらいい感じの通り道があったんで、ここ通っていきたいと思います。中こんな感じですね。いやなんかね想像してたトルコはこれですねただね売ってるものとかはもう完全にパチモン屋さんばっかりですね。こういうのはそのトルコとかエジプトとかそういう雰囲気があっていいですね。こっちの通りに関しては、売ってるものがその宝石系がめちゃくちゃ増えてきましたね。というかイスタンブールね本当に装飾品屋さんがめちゃくちゃ多い。6割方宝石屋さん。いやー完全に迷路ですね。いろんな道をね曲がっていったりしてるんですけど、完全にこれは迷宮だな。今度はパチモン屋さんゾーンにやってきましたね。どの店見てもいろんなねブランドの名前が書いてあるんですけど、十中八九これは偽物でしょう。ということでこのバザールはこんな感じでした。ここねグランドバザールっていう場所らしいですね。結構面白いので、ぜひぜひ立ち寄ってみてください。さあということで次はこちらのサバサンドで食べていきたいと思います。これもねトルコで名物となっている料理ですね。正直ね味付け自体はすごいシンプル。中にサバが入ってあって、野菜が入ってる感じなんですけど、ただね今食べてるのを見てこんな感じで調味料も用意してくれましたね。基本的にそのトルコにいたらねケバブ料理食べることが多くなると思うんで、味変でねこういうのを食べるのおすすめですね。ということで今回2日間で使った金額がホテル代200分込みでちょうど1万円くらいですね。今回に関しては観光地でご飯を食べていたのでややご飯代が高くなっているのですが、その分ホテル代をかなり節約した感じになります。物価に関しては日本よりもやや安い感じで、特に交通費に関してはだいたい100円でどこにでも行くことができるので、市内の移動費はかなり節約することができます。ということでこのチャンネルでは海外のリアルをお届けしていますので、よければ最後にチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。